Hello everyone, this is Colin's channel. This has been a news all over Japan, and I'm sure if you're in Japan, you've heard this and it was an awful experience. それは先月のこと。東京オリンピック・パラリンピック組織委の森会長が女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかるなどと差別発言をしたことが問題になっています。言ってしまったことはもう言ってしまったことなので、これについてグダグダ喋るわけではないけど、今後どうやって差別を減らしていけるか、なぜこれが差別的なのか、私の視野を今日は共有しようと思います。先進国の中では男女差別が激しいと言われている日本でありますが、もちろん日本以外にもこの問題を抱えている国はたくさんありまして、かといって他が悪いから日本もこのままでいいっていうわけではないと思うんですね。例えば男性と女性、同じキャリア、同じ経歴、もしくは女性の方がもっと経歴やキャリアを積んできても男性の方が就職しやすいし、収入も比較すると男性の520万円に対し女性は276万円しか、男性の平均年収の半分以下しかもらってません。この差額は平成27年に捉えたものなんですけど、データではもちろん実際に対応の差、ジョーク、ちょっとした発言からでも男女差別あるなっていうのはちょくちょく、皆さんも気づいてると思います。権力がある人、ちょっと前の世代の人が一番問題発言、問題行動してしまうんじゃないかな。それを誰も止めないままどんどん加速していったっていうケースがあるんじゃないかなと思っております。根から直すことは不可能だと思うんですね。でもそこを指摘するのは私たちのジェネレーションの役目だと思うし、そこを受け入れるのも彼らの役目だと私は思っています。世代が違うんだからしょうがないとか、君たちはセンシティブだから、私も実際言われたんですね。そもそもセンシティブじゃないし、センシティブっていうか正しいものを正しいと言って間違っているものを間違っていると明確にしているだけであって、センシティブっていう言葉は違うかな。昔の世代だからっていうのは非常にどんくさい言い訳っていうか、今を生きろと言いたいんですけど、男女差別がなくなってほしいっていうのは口で簡単に言えるし、みんな思ってることだと思います。差別的な発言をしている人でも、私は差別に反対なのでそういう意味じゃないからって思ってると思うんですけど、実際何が差別的で何が大丈夫なのか自分で自分に教えることが大事だと思うので、必ずしも自分は偉い正しいと思わず、もうちょっとオープンにいろんな意見を、いろんな世代のいろんなセクシュアリティの方の意見を受け入れるところから始めるのが第一歩ではないでしょうか。映画制作は、どちらかというと男らしい業界じゃないですか。ゴールデングローブとかオスカーも白人の男性ばかりノミネートされて、そこもダイバーシティに関して問題視されてますし、多人種や女性リードの脚本を書こうとしている会社もある中、それが実際書いているのは白人男性であって、みんな似た者同士しか雇わない。そしてマイノリティの人たちは仕事やチャンスが奪われていくというわけで、一見大丈夫そうでも実は差別的な発言をいくつか紹介します。まず一つ目は女子力私も動画で何回か言っちゃってるし、最近は本当に言わないようにしてるんですけど、女子力ですね。女子力って何ですか？ハンカチを持つこと、ヘアピンを持つこと、メイクすること。じゃあそれをしなかったらあなたは女性らしさに欠けるの？悪気は全くないと思うんですよ。女子力高い、女子力ないから頑張ろうっていう言葉は聞くし、意味は差別的ですね。男性女性両方に言わない言葉、その性によってランク付けする言葉っていうのをうまく説明できないけど、セクシュアリティによって自分の価値観が変わってしまうのは私は差別的なんじゃないかなと思います。人それぞれ自分のデフィニッション、意味はあると思うけど、それは私の意見です。なので女子力高いっていうよりかは、几帳面だねとか身だしなみ整ってるね、豆だねって言えるのかな。悪気はないんだけどね、言わないようにしてます私は。そもそも女子力って英語で何て言うんですかってたまに聞かれるんですけど、それがないんですよね。フェミニティはもしかしたら近いかもしれないけど、それはどちらかというと女性らしいで、しかもそれはあんまり使われない言葉なので、やっぱ日本らしいなっていう感じです。女子力っていう言葉自体、女子力、女性らしい、そうですね。あと次は女社長
女社長って何社長でしょ英語でもあるのよ。Lady Boss とか Lady CEO。 Not a lady boss. She's just a boss. She's not being bossy. She is a boss. あと女性がコツコツキャリアをステップアップして偉い地位にいるとよく言われるのは、どうやってそこまで行ったの？質問ですね。それもみんなに聞いてたら全然大丈夫なんですけど、よくある差別的なことをインプライ込めて言ってるのは、誰と寝てそこまで行ったの、誰に媚びを打ってそこまで行ったのっていうことになるので、その CEO が女性だったり偉い人が女性の時にその人のキャリアや成功を疑問に思うっていう方も残念ながら多いです。あとは Let me help you 手伝ってあげる。これもマンスプレーニングみたいだね。マンスプレーニングっていうのはman と explaining 説明を合体させた言葉で、頼んでもないのに上から目線で男性が女性に説明すること。別に普通にできるのにわざわざ例えばコピー機まで行って教えてあげるからと偉そうに教えることをマンスプレーニングと言います。要するに舐めてるってことですね。女性だからできないだろうから手伝ってあげる、大丈夫。もちろん男女差別が激しいっていうのは女性がこのような対応を受けているわけではなく、男性も男らしさの概念に苦しまれていると思います。男らしく何々やってこい、男気見せて、悲しくて涙を流したらあなたは男らしくないのか。いやだって人間は誰でも感情あるから、私は学校で何回か教えたこともあるんですけど、こういう言葉は使わないようにしてるし、こういった方向の教育はしたくないなと思ってます。あと感情もあれですね、女性あるある。今日生理だから、女性だからね、感情的なのは女性が感情的になっているのは女性だからではなくて、多分あなたのせいだよって言いたいもちろん生理によって波が激しいのは事実なんですけど、それを言うのは差別的です。生理だと決めつける前に体調を気遣う一言だったり、その根本的な怒り悲しみの問題に関係する質問を普通に聞いてあげるのが一番です。 PMS とか Calm down 落ち着いてとか言わなくていいから、本当に。あと男の子に言ってしまう差別的な発言は、女子じゃないんだからYou act like a girl。 ある話聞いたんですけど、ホッキープレイヤーの8歳の少年がいました。そのホッキープレイヤーの先生がある日、女子みたいにホッケー遊ぶねって言われたらあなたはどう思うってその8歳の少年に聞いたんですね。そしたらその少年は It would destroy me。 精神をグダグダにされると答えたそうです。やば。幼い頃からそういう概念が埋め付けられている。もちろんその少年のせいではないんですけど、女子みたいが最悪の侮辱になっているってとても悲しくない？ The worst thing you can be is a girl. Like that is so devastating and so infuriating. The fact that society built a world where guys think being a girl is the worst thing you can be. 女子じゃないんだから男らしく言ってしまうのは最悪だなと思いました。一度は私含めみんなこういうことを言ってしまったと思うし、もう過去の発言は変えられないので今後意識していくことが大事だと思います。誰も差別的には生まれてこないんですよ。差別的になってしまうのは周りの人たちの影響、社会が作り上げた常識によって身に染みついたものだと思うので、一つ一つ変えていくことからが大事だと私は思います。以上で私の男女差別についてのコメンタリーだったんですけど、皆さんは何か体験したこと、言われたことありますか？そもそも仕組みや原因をわからないと根深い罪を晴らすことできないので、この動画で差別について話すことやマインド、考え方を変えるきっかけになれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまた、バイバイ。